遡ること約4年前の2016年12月、アメリカニュージャージー州の東に位置する町、ネプチューンシティ。この町に住む一人の女性が原因不明の失踪を遂げました。ニューヨークからほど近い海沿いの町、ネプチューンシティの警察にとある通報が入るところから事件は始まります。町に架かる橋の上に無人の車が放置されているというのです。車の持ち主はすぐに判明。それは町に住む19歳の女性、サラ・スターンのものだったんです。サラは3年前に母親を亡くし、父親と2人暮らしをしていました。奔放でお金にだらしない父との関係に悩みながらも、仲のいい友人たちと共に平和に暮らしていたかに思えたサラを襲った突如の事件。彼女は一体どこへ消えてしまったのか。一向に行方がつかめない中、彼女についてある一つの事実が判明します。それは事件失踪の当日にサラが大量の札束を持っていたんです。大金を持ったまま謎の失踪を遂げたサラ・スターン。果たして彼女の身に一体何が起こったのか。そこにはお金に翻弄された汚れた人間の欲望が存在していたんです。はいどうも、アルゴメトリーの皆さん、早口で言えるケンちゃんです。どうも、コラーゲンそのもの、闇やみこです。カピカピになれよお前、すぐカピカピになれよお前。サラさんが失踪した時、日本円にして約75万円もの現金を持っていたというんですが、サラさんの車が残されていたっていうところで結構事件性感じるんですけど、そもそもサラさんがそんなことに巻き込まれる環境にいたのかっていうのが気になりますよね。サラ・スターンの苦悩。海沿いの町で起きたこの失踪事件。橋の上で見つかった無人の車の持ち主、19歳のサラ・スターンは多額の現金とともにその姿を消します。そもそもこのサラさんは結構複雑な環境で暮らしていたんです。母親を3年前に亡くしたサラは以後父親のマイケルと2人で暮らしていました。しかし彼女はたった一人の家族である父とはあまりいい関係ではなかったと言います。彼女にはリアムとプレストンという2人の幼馴染の男性がいたんです。サラはこの2人を親友としてもとても信頼していて、父親との関係の悩みもよく打ち明けていたようです。サラは父と離れカナダで暮らしたいと漏らしていたともリアムは証言しているんです。ただね、亡くなったねサラさんのお母さんも自分のねこの旦那である、つまりサラさんのお父さんのことをあんまり信用していなかったらしいですよね。事件の半年ほど前、サラが亡くなった母親の遺品整理をしていた時でした。遺品の箱の中から大量の現金が見つかったんです。それは日本円にして290万円という大金でした。そんなものが出てきたことにまず驚愕したサラなんですが、遺産に添えられたメッセージはより彼女を驚かせました。そこに添えられていたのは母からのこんな言葉。サラのために。つまりこの大金は残された家族2人ではなくサラだけに向けられたものだったんです。多くのお金をわざわざサラ個人へ向けて残していた。ここからサラの母も旦那であるマイケルを金銭面ではあまり信用していなかったことがわかります。母からのメッセージを読み、サラは父親に内緒でこの大金を銀行に預けていたんです。サラと一緒に行方不明になったお金はこの遺産の一部だったんです。そしてね、父との関係に悩むサラさんに決心を固めるある出来事が起こるんです。ある日のことでした。サラは貯めていたお金が知らない間になくなっていたことに気がつきます。彼女の疑いはすぐさま父親に向けられました。そこで父から衝撃的な言葉を聞くんです。投資に失敗した。そう、父マイケルは投資に失敗し多額のお金をドブに捨てていたんです。そしてあろうことか自分の娘のお金に手を出したんです。このことがきっかけでサラは父と離れて暮らすという願望をより強くしました。そして後日サラは行方をくらませてしまったんです。果たしてね、サラさんはね、多額の現金とともにどこに消えたんでしょうか。パチンカ住んでるなったに楽しいよ謎がね、結構大きく残ってるんですけど、ここからね、事件が大きく動くんです。サラの行方。母の遺産とともに失踪したサラ・スターン。難航していた捜査はある出来事をきっかけに一気に進展します。そもそも行方不明のサラが多額の現金を持っていたとなぜ分かったのでしょうか。彼女の当日の足取りを追っていると町のとある銀行にたどり着きました。案の定、事件の日の銀行の防犯カメラ記録に映る彼女の姿が。サラはそこで預けていた母の遺産290万円のうち75万を一度に引き出したんです。また町に設置された防犯カメラにはこんなものも映っていました。お金を引き出した彼女は一度自宅に戻り、夜11時45分頃にまた彼女の車は外に出ていたんです。そして車だけを残して行方不明になったというのがサラと彼女の車の事件当日の動きだったんです。じゃあサラがお金持ってるって知ってる人って、
大金を持って家に戻り、また深夜に出かけたように見えるサラ。一緒に住む父マイケルならお金を持っていると分かったはずです。しかし彼には犯行は不可能だったんです。サラの車を見つけた警察はすぐさま自宅へと赴くんですが、家には誰もいません。そこで唯一の家族であるマイケルに連絡をしたところ、彼はその時遠く離れたフロリダにいることが分かったんです。そしてマイケルはサラ行方不明の連絡を受けて急遽自宅へと戻ったんです。彼のいたフロリダと事件が起きたニュージャージー州では決して近くはありません。さすがにマイケルがサラを襲うことは不可能と思います。こうして捜査線上から消えた父マイケル。しかし父という線が消えた以上、さらに謎は深まるばかり。もしかするとサラは一人で逃げ出してしまったのでしょうか。しかし自分の車を残していくのはあまりにも不自然です。このようにね、もう打つ手はないんじゃないかと思われたところで、事件は急展開を迎えるんです。捜査を進める中、突如警察に一本の電話がかかってきます。そこで電話の主の男が話したのは事件の核心に迫る内容だったんです。彼はこう言います。自分の友人がサラを殺したかもしれないと。これが本当ならサラはこの友人に殺され、死体を隠され、そして大金を奪われたことになるんです。ではその人物は一体誰だったのか。電話の主が話したのは驚愕の人物だったんです。サラを殺したのは親友のリアムだったんです。そう、犯人は被害者と幼馴染であり、家の悩みなどを聞いていたサラの親友の一人リアムだったというんです。なぜ電話口の男は犯人を知っているのか。警察はより深く事情を聞くんです。なんで電話の主はアンソニーと名乗る駆け出しの映画監督。彼はサラが失踪する1週間前に高校の頃の同級生であるリアムから殺人計画のアイデアを映画にしないかと持ちかけられていました。そして実際その計画の通りにサラが失踪したというんです。でもまだサラさんの遺体は見つかっていません。リアムが犯人だと確定するにはどうすればいいのでしょうか。ここから警察は電話主のアンソニーの証言を信じ、リアムを追い詰めていくんです。親友リアムの正体。リアムが犯人という証言は得られました。しかしサラの遺体が見つからないままでは確証がありません。どうすればリアムを追い詰めることができるのでしょうか。まず警察は通報者でありリアムの友人であるアンソニーに捜査の協力を依頼しました。警察が計画したのはいわゆるおとり捜査でした。まず隠しカメラが設置された車にリアムを呼び出します。そして彼に持ちかけられた映画の話とサラが亡くなった状況の類似をさりげなく聞いてみるという計画だったんです。実行の日、予定通りアンソニーはカメラが仕掛けられた車にリアムを呼び出しました。リアムにタバコを勧めながらアンソニーはさりげなく真実を聞き出そうとします。しかしアンソニーが本題に入る前にリアムはこんなことを話し始めるんです。最近は警察から逃げている。事件の日はサラと銀行に行った。サラの自宅で彼女を殺したと。いやこれ自白じゃないもんこれ。アンソニーの証言通りリアムはサラを殺した犯人だったんです。リアムはサラと一緒に銀行へ行き、自分が車で待つ間に彼女はお金を引き出します。そしてサラの自宅で殺害したんです。その後リアムがサラの車を運転し橋の上に乗り捨てたんです。なんと今までに紹介したある場面に一緒に立ち会っているんです。どこ？分かった人はコメント欄に書いてみてください。分からない人はちょっと戻ってみてもう一回探してみてください。その答えはこちら。実は親友リアム、サラが衝撃を受けたある場面に立ち会っていました。それが母親の遺品整理。当然サラが遺産を見つけた時も一緒。リアムは彼女が大金を持っていることを知っている唯一とも言える存在だったんです。アンソニーが撮影した車中でのビデオを手に入れた警察はすぐに彼を逮捕します。しかしここでサラの遺体がないことが問題になるんです。確かに。リアムの裁判では当然このビデオが証拠として提出されました。しかし彼の弁護士はこれを映画のアイディアを話しているだけだと主張します。遺体がない限りサラが殺されたことの証明は不可能なんです。これが映画のアイディアとされればもう追い詰めようがありません。リアムが犯人なのは間違いないのに、これ以上の追及はできないのでしょうか。ここでこの事件について別の証人が登場したんです。それはサラのもう一人の親友プレストンです。今回の事件には関係ないかと思われた彼の証言はこの悲惨な事件に終止符を打つものだったんです。プレストンは裁判でこのように証言しました。自分はリアムに遺体処理を頼まれた。プレストンによるとリアムから電話が来てサラの遺体処理を指示されたというんです。共犯者ともいえる存在の証言によりリアムの有罪が決定しました。サラ、リアム、プレストンは幼馴染だったんです。
同じ地域で20年近く育ってきた3人の親友関係は母親の残した遺産のせいで悲しくも崩れてしまったんです。お金で買えないものはないという言葉があります。しかし時にお金は買うことはできない人と人とのつながりですら残酷に破壊してしまうこともあるんです。チャンネル登録と高評価よろしくね。